皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね、ジャパリカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、新商品のお知らせです。はい。すごいのが来ました。アンドロさんのラザンタ C48。すごい。これはもうみんな待ってたラバーじゃないですかね。人気のラザンタシリーズの新しいシリーズですから。実はこのラザンタ C なんですけど、はい、53と48ってあるんですよね。そうですね。はい。はい、で当初、はい、53がいいなっていう話で盛り上がってて、総合も53でいこうかなと思ってたんですけど、そうなんです。グッチーさん、はい、これ見てくださいよ。出てきたー。はい。皆さん、今、巷で噂の抗菌ボール。どうやらこれが今までの3スターと打感が違うと、そうですね、という噂があります。そうですね。我々いろんな話が出てますね。ちゃんとしだしました。はい。その結果、それでか48がいいぞと。もちろんメーカー違うんで分かるんですけど、なんかね、抗菌対応ラバーみたいなそう感じがするんで、感じがするんで、その辺もね、踏まえた上で、この後の動画見ていただきたいんですけど、とにかくこれで打った結果、48でいいぞと、48がいいぞとなったので、今回は C48 を紹介させていただきたいと。はい。ということで、グッチ、まずね、もう動画とにかく見てもらいましょう。そうですね。はい。ということで、まずは、下動画の方をご覧ください。今回のラケットはランドロさんのトレイバー CI というインナーの特殊素材のラケットに、フォア面がラザンタ C48 の一番スポンジの厚いやつを貼っています。まずはドライブを打ってるんですが、特徴の1つ目が今までのラザンタよりも球持ちが長いというところに注目してください。ラザンタ史上一番球持ちが長いんじゃないかなと思ってます。スピード感は今までのラザンタよりはないんですが、ただですね、球持ちがとても長いので、ドライブの非常にずっと回転重視でかかって安定して重い球で入っていくっていう感じがありました。非常にですね、抗菌ボールでも回転のかかったドライブで、後ろからこう連打、すごい伸びですよね。スローで見るとこれみんなすごい相手コートですごい伸びてます。で2つ目の特徴がラリーが超楽々、ラリーし放題っていうところですね。これ下がってドライブの引き合いしたんですが、見てください、超楽に打ててますよね。もう球持ちが本当に今までのラザンタよりも長いので、ドライブの引き合いがとにかくやりやすかったですね。こうスピード感はそんなにないですけど、ただずっとこう相手コートにこう入り込んでくれる、非常にこう弧線も高めで上がって、でスピードも出過ぎない、直線的に出過ぎないので、山がこう弧線を描いて上がってくれるので、非常に打ち合いがですね強いなと感じました。一応の3つ目になります。ミスがとても少ない、ドライブが落ちないっていうのがポイントになります。これですね、やっぱドライブですね、もう落ちづらいですね。本当にボールが落ちないです。抗菌ボール、いろいろ少し回転かけづらくなったとか、硬くなったとか、そういうの話は聞きますが、後でオールもやってますので、オールの時にですね、ミスがとても少なくてドライブが落ちないっていうのがよく分かる感じになっています。やっぱ試合で勝ちやすい要素を含んでいるのかなと思います。でこれはサーブの切れ味ですね。サーブはですね、非常に回転が強くかけやすいです。ラザンタシリーズやっぱ飛びやすかったんですけど、結構サーブがしっかり短く切るということがしやすいですね。だからサーブも点数が取りやすい。でこれ台上ですね、台上でつっつき合いとかストップとかこういうのも飛ばないのでピタッと台上ができるんですよね。だからテンション系の中でドイツ系のテンションってやっぱ飛ぶってイメージが、台上難しいってイメージあるんですけど、それがちゃんとピタッて見てください。こうストップとかもうレシーブ、サーブとレシーブがですね、非常にこうちょっと粘着ラバーっぽいような感覚の若干止まり方をしてくれるので、サーブレシーブでですね、こう見てください、ストップもピタッと止まるんですよね。なのでサーブレシーブがこう短く収まったりとか、ミスが浮いたりとかしづらいのかなと思います。でこれ実際つっつきでバツッと切ってるんですけど、相当切れてます。レシーブでゴンって、こういうのやりやすいですね。つっつきでガンって切ってるとか、こういうの飛んでいかないんですよね。で3球目のループドライブですね。ループドライブやってみたんですけど、結構回転の乗りがいいですね。マックス値はそんな高くないですけども、ただしっかりグイッとこう球持ちが本当に長いので、
しっかり回転のかかった、ループドライブとかももちろんできます。でカウンターですね。カウンターが結構いいという話だったんです。そのカウンターが非常にやりやすかったですね。今現代卓球のカウンター、主体の方も、非常におすすめできるラバーですね。最後にオールをやってみました。レシーブからまずやってみました。それちょりっとループしてで上回転のスピードドライブです。ドライブが落ちづらいですね。で見てください。台上ストップめちゃくちゃ止まりました。でサーブから今度やりました。ループしてめっちゃ伸びましたね球。台上ピタでカウンター。なんか球持ち長い感じしますよね。なんかドライブが落ちづらい。球のスピードはそんな速くないんですけど、こうずっとドライブが落ちずに上がって回転重視で上がるっていう感じですね。でこれちょっとスローで見てもらうとよくわかるんですけど、こうドライブグッて上げた時、うわこれ球持ち長いですよね。こう上から伸びてますよね。なんかグイってなんか初速はそんな速くないんですけど、ただこうドライブかけた瞬間に加速するような感じがありますね。でこう台上こう急に短くてもこう見てください。ピタッと止まるのいいですね。これドイツテンションはちょっとふわってなりやすいです。で相手が持ち上げたところカウンターですね。カウンターしやすいので上がります。でサーブ切っておいてでループかかってるで上回転のドライブ、こう返されてもですねこう落ちづらいのでゴン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 できるという感じですね。動画の方はいかがでしたでしょうか。はい、素晴らしいラバーであることはねもう十分伝わってきたんですけど、はい、改めてこのラザンタ C48 の良さをね、紹介していきたいなと思います。ラザンタシリーズで一番球持ちが長いっていうところですね。ドライブがねくっついてる感じがするんですよね。ググググググマグネチックはないです、ないんですけども食い込みがね本当に長く感じて、非常にドライブの安定感が、もうめちゃくちゃ高かった。もう最初のねこのフォア打ちの時点でも感じる球持ちの良さ、フォア打ちでもうくっつくような感じの、感覚があったんですよね。ラザンターといえばもうとにかく今までの方が速かったんで、それがね決して悪いことではないんですけど、このラザンタ C48 は今までのラザンタに比べるともうかなりボールをしっかり持ってくれると。そうですね。その分ちょっとボールのスピードは若干落ちてはいるんですけど、その R とか V のシリーズよりは若干こうスピード遅めなんですけど、逆にこう回転をしっかりかけてこうなんですかドライブのそのアーチを描かせやすくて、で非常に前でも後ろでもドライブで粘りやすい。粘ってるだけで勝手にこう入ってくれる感じがあるんで非常に楽ですね。楽っていうか簡単に卓球ができますね。それでは2つ目。2つ目の特徴は何ですか、グッチーさん。2つ目の特徴はですね、超楽にラリーができる。もう楽々ですよ。そんなん本当だとしたら楽々、さっきちょっと1つ目で若干言っちゃってたけど楽って言ってしまったんですけど、ラリーが楽々です。引き合い、引き合い、もう上回転のラリーはもう本当に楽に持っていけるですね。でもね、C はどうやらカウンターのC らしいので、そこから考えてみてもやっぱ対上回転っていうことですよね。上に対して上を返すのめちゃくちゃ高いですね。とにかくなんか意識そんないらないんですよね。53度ぐらいになるとやっぱちょっとスイングやっぱした方がいいなと思いますし、ラザンタ V とかだと前の V だとやっぱちょっとバーンって早く掴み損ねて弾けちゃう時もあったんですよね。そういうちょっと中途半端な当たり方とかしちゃったり、それがちょっと当たり損ねても C はやっぱ掴みが長い、なんか非常に長く掴んでくれるんで、だからドライブに簡単に変換してくれやすいなっていう、感動しましたね。じゃあ、最後3つ目、3つ目の特徴は何でしょうか。3つ目の特徴はですね、ドライブが落ちない。またちょっとドライブ系になってしまって、ドライブ系っていうかちょっとずっとドライブ系の話ばっかりになってしまってるんですけども、弱いタッチでもちゃんとこうね、やっぱ球が長いっていうところが、そのドライブが落ちない
ってことにこういい効果出してくれてるような感じがあるんですけど。そうですね、引っかかりが強いラバーっていくらでもあるんですけど、そうですね。それって落ちないとはまた別の話なんですよね。それは硬い粘着性とか硬いスピン系のラバーだと、テンションラバーだと、インパクト弱いと摩擦力高いと落ちますからね。落ちることももちろんありますからね。まあそう考えると、まあ最新作のラバーではあるんですけど、なんというか使いやすい高性能ラバーっていうそうですね、印象ですね。いやそうですね、こう特に抗菌ボールだともう全然落ちないな。全然これ今までのボールと違いましたよね。違った感じはありました。この C48 は保持が長すぎて、なんか関係なくずっと上がってる感じがして、ストレス感じなかったですよね。そうですね。その変えた時のストレスってどうしてもあるじゃないですか、ボールの変えた時ってなんか全然感じなかったです。どんな人に使ってもらいたいですかね、このラバー。シェイクのドライブマン使ってほしいのはやっぱその高校生以上の選手か中級者以上のドライブマンですね。であとはラバー的にそのスピン系の、日本製のラバーとか使ってたりいう人でもいいような気がします。日本製のテンションを使ってる人にもちょっと近い、ラザンタの中で一番近いんじゃないですか。いや一番近いですね。いやもう万人におすすめできるハイスペックなラザンタの C48、ぜひどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。